朝は毎日ほとんど同じ音で始まります。台所の蛇口をひねる音。湯が沸くまでの短い沈黙。私はその沈黙が少しだけ好きでした。夫は新聞を広げ、黙って朝食をとります。言葉は必要な分だけ。塩京は病院。それだけで一日は回っていきました。私はお味噌汁をよそいながら、自分の動きを無意識に抑えています。音を立てないように、邪魔にならないように。長年の癖はもう治りません。窓の外には同じ並びの家、同じ時間に通る人、変わらない景色が少し安心で、少し怖くもありました。このまま何も起きなければいい。そう思いながら毎日を重ねてきたのです。食後、夫は財布を確認し、小さくため息をつきました。私はその音を聞いて、胸が少し縮みます。お金の話はいつも空気を重くするからです。今日は何か買う予定はあるのか。その問いに私は首を振りました。欲しいものがないわけではありません。ただ言わなくなっただけです。洗濯物を干しながら昔のことを思い出します。子供がいた頃、この家はもっと賑やかでした。笑い声も無駄遣いも確かにここにあったのです。今は風に揺れる洗濯物だけ。私はそれを見つめながら自分がどこに立っているのかを考えていました。この夜、あの言葉が投げられることをまだ知りません。ただ静かな一日が終わろうとしていました。夕方になると、家の中はさらに静かになります。テレビの音だけが必要以上に大きく感じられました。私は冷蔵庫の中を確認し、残り物で夕飯を整えます。買い足したいものは頭に浮かびましたが、口には出しませんでした。最近はそういう夜が増えています。夫は食卓に座るなり、箸を止めました。また同じものか。責めるような声ではありません。ただ疲れた響きでした。私はすみませんと小さく答えます。謝る理由がはっきりしなくても、先に口が動いてしまうのです。しばらくして夫が通帳を机に置きました。数字を追うその横顔はいつもより硬く見えます。私は胸の奥が冷えていくのを感じました。これからは無駄な出費は控えないといけない。私は黙ってうなずきます。反論する言葉は見つかりません。その後でした。何気ない調子で夫が言ったのです。君に使う金はもうないからな。音は大きくありませんでした。怒鳴り声でも決別の宣言でもありません。だからこそ、その言葉は深く沈みました。私は箸を持ったまま動けなくなります。頭の中で何かが白くなっていきました。使う、使えない。それだけの基準で私はここにいたのかと。夫はそれ以上何も言わず、テレビに視線を戻します。この家ではよくある夜です。でも私の中では何かが確かに終わりました。食後、私は自分の部屋に戻ります。ドアを閉め、明かりを落とし、布団に腰を下ろしました。涙は出ません。ただ、胸の奥でゆっくりと、音もなく崩れていく感覚がありました。この夜が長くなることを、私はもう知っていました。明かりを消しても眠りはすぐには来ませんでした。天井を見つめながら、私は同じ言葉を何度も思い出します。君に使う金はない。それは命令でも怒りでもなく、事実のように置かれた一言でした。だからこそ否定しづらかったのです。私は
布団の中で静かに体を丸めます。寒さは感じません。代わりに胸の奥が冷えていました。若い頃のことが次々と浮かびます。節約して子供の服を繕った夜、自分の服は後回しにしてきました。それが当たり前だと思っていたのです。いつからでしょう。欲しいと言わなくなったのは、必要と言わなくなったのは、家族のためならそれでいいと信じてきました。布団の横に置いた古い箱に手を伸ばします。中には昔の写真と使い込まれた家計簿、どれも私の字でした。写真の中の私は今よりずっとよく笑っています。その笑顔は誰のためだったのか。私は自分に問いかけます。家計簿を開くと赤字の横に小さなメモが残っていました。子供の誕生日遠足のお弁当。どれも後悔はありません。それでも胸が少し締め付けられました。私は箱を閉じ、深く息を吸います。眠れない夜は考えすぎるものです。けれど、この夜だけは目をそらしてはいけない気がしました。お金とは何だったのか。私は何を差し出し、何を受け取ってきたのか。答えはまだ出ません。ただ、長い夜がゆっくりと進んでいました。夜明け前、空がまだ灰色の間の時間。私は布団から起き上がり、そっと電気をつけました。夫はまだ眠っています。机の上に昨夜の箱をもう一度置きます。写真と家計簿。それは私の過去そのものでした。誰にも見せるつもりはありません。写真を一枚手に取ります。若い日の私が台所で笑っていました。髪は長く、エプロンは少し派手。その頃の私はまだ自分の存在を疑っていなかったのです。次の写真には子供を抱いた私。疲れているはずなのに表情は柔らかい。その顔を見て胸が少しだけ温かくなりました。家計簿をめくると紙がかすかになります。毎月細かく書かれた数字と文字。その一つ一つが生活を支えてきました。節約我慢。その言葉の裏に誇りも確かにあったのです。私はふと思いました。お金は使われるもの。でも人は使われるために生きてきたのだろうか。その疑問が静かに胸に残ります。窓の外が少し明るくなりました。朝が近づいています。私は写真を元の箱に戻しました。全部を消す必要はありません。これは私の記録です。この家で私は多くを差し出しました。時間も体力も心も。それを誰が評価しなくてもなくならないはずです。私は深く息を吸い、箱を棚にしまいました。この夜の終わりに小さな考えが芽を出します。私は私のままでよかったのではないか。答えにはまだ届きません。けれど朝は確実に近づいていました。朝食の支度をしながら、私は昨夜とは少し違う呼吸をしていました。同じ台所、同じ道具。それなのに空気が違って感じられます。夫はいつも通り新聞を広げました。私たちは言葉を交わしません。沈黙はもう珍しくありませんでした。私はお湯を注ぎながら、心の中で問いを繰り返します。もし私がいなくなったら、この家はどうなるのか。洗濯機の音、鍋の沸く音、それらは誰かが動かさなければなりません。当たり前のことを私は初めて意識しました。夫が通帳をカバンに入れます。その動作を見て、胸が少しだけ痛みました。お金がこの家の中心にあることを
改めて感じたからです。けれど、同時に別の感覚も芽生えていました。私が積み重ねてきたものは、数字には現れない。それでも、確かに存在している。食卓を吹きながら、私はゆっくりと考えます。価値は誰かに決められるものなのだろうか。それとも自分で認めるものなのだろうか。答えはまだはっきりしません。でも、昨日までより少しだけ自分の中の声が大きくなっていました。夫は何も言わずに家を出ます。玄関の音が静かに響きました。私はその音を聞きながら、初めて一人の朝を味わっていました。揺らいでいるのは家計ではなく、私の中の基準でした。それが壊れる前触れなのか、始まりなのかは、まだわかりません。家の中が完全に静まり返りました。私はしばらくその静けさに耳を澄ませます。嫌な感じはしません。棚の奥から古い財布を取り出しました。中には私がへそくりとして少しずつ残してきたお金。大きな額ではありません。私はその財布を手に持ち、しばらく考えました。使う、使わない。その二択がこんなにも重く感じるとは思いませんでした。結局、私は上着を羽織り、家を出ます。誰にも断りません。説明もいりません。これは逃げではなく確認です。商店街は午前中の穏やかな空気でした。八百屋の前で立ち止まります。季節の果物が並んでいました。私は一つみかんを手に取ります。値段を確認し、少しためらってから買いました。それだけのことです。袋の中のみかんは思ったより重くありません。でも、胸の中は少し暖かくなりました。自分で選んだという感覚がそこにありました。帰り道、空を見上げます。雲はゆっくり流れています。私は歩きながら初めて思いました。私はまだ選べる。小さな決断は誰にも気づかれません。でも確かに私の中で音を立てていました。静かな始まりの音です。家に戻ると時計の針はまだ午前を指していました。私は買ってきたみかんを台所に置き、しばらく眺めます。それだけで胸が少し落ち着きました。お湯を沸かし、一人分のお茶を入れます。誰に遠慮するでもなく、少しゆっくりと。この時間がこんなにも静かだったことを、私は忘れていました。昼過ぎ、夫が帰ってきました。玄関の音ですぐにわかります。私は今に座ったまま立ち上がりませんでした。夫は私の様子を一瞬見て何も言いません。その沈黙が以前とは違って感じられました。私は胸の奥で小さく息を整えます。少し話があります。自分の声が思ったよりはっきり聞こえました。夫は驚いたようにこちらを見ます。私は逃げません。怒りもぶつけません。ただ、昨夜の言葉がどれほど重かったかを、ゆっくり伝えました。使えないと言われたとき、自分がどう感じたのか、夫は黙って聞いています。反論も言い訳もありません。その沈黙は、初めて向き合っている証のようでした。私は、お金だけでここにいたわけではありません。そう言ったとき、胸の震えが少し収まりました。言葉にすることで、自分の存在が形を持った気がしたのです。夫は視線を落とし、短くうなずきました。それが理解なのか、戸惑いなのかはわかりません。でも、私はもう十分でした。言葉を取り戻すことは、相手を変えるためではありません。自分が消えないための行為なのだと、この時初めて知りました。
翌朝、私はいつもより少し早く目が覚めました。窓の外には柔らかな光が差し込んでいます。台所でお湯を沸かし、昨日のみかんを一つ剥きました。皮の香りが部屋に広がります。それだけで朝が違って感じられました。夫はまだ起きてきません。私は一人で食卓に座ります。その静けさは寂しさではなく落ち着きでした。昨夜の会話ですべてが解決したわけではありません。でも私は分かっています。自分の価値を誰かの通帳に預けないと決めたことを。外ではいつものように人が行き交っています。世界は変わっていません。変わったのは私の立ち方です。私はゆっくりお茶を飲み、今日の予定を考えました。特別なことはありません。それでいいのです。必要な時に必要なものを自分で選ぶ。言いたいことは静かに言葉にする。それだけでこれからの時間は違っていくでしょう。鏡の前で自分の顔を見ました。そこには昨日より少しだけまっすぐな目がありました。この人生は誰かに使われるためのものではありません。私が私として生きるための時間です。朝の光の中で私は新しい一日を迎えました。それは大きな奇跡ではなく静かな確信でした。